す。最高の状態ですよ。こんな感じですね。はい、こんにちは。シェフのファビューです。今日はトマトパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ミニトマト、ニンニク、バジル、塩、きび砂糖、オリーブオイルです。はい、それでは今日はトマトパスタを作っていくんですけど、トマトパスタって本当にいろんなトマトパスタがあって、うちのチャンネルでもフレッシュトマトだったり、ホールトマトだったり、トマトピュレ使ったり、トマトペースト使ったり、トマトジュース使ったりで、トマトの比較の動画やったり、今まで本当にいろんなトマトパスタをやってきたんですけど、今日はですね、ミニトマト、定番のトマトパスタなんですけど、またちょっと新しいテクニックを使った作り方をこれからやっていきます。でまずはミニトマトって結構ものによって酸っぱさとか甘さが違ったりするので、1個必ず味見をします。味見をしてどれぐらいのトマトの味なのかなって分かった上で、この後ですね、ここに断面に塩ときび砂糖をまぶしていきます。ミニトマトって言ってもいろんなミニトマトがあるんですけど、普通にスーパーに売ってるこのミニトマトで作っても美味しいんですけど、イタリアはよく楕円形のダッテリーニトマトっていうミニトマトがあって、それでやるんですけど、この形でやっても全然美味しく作れますね。でこのトマトの断面に塩、まんべんなく。だからこれがフルーツトマトとかになったらもうトマト自体味が強いじゃないですか。だからあんまり塩も砂糖もしなくていいんですけど、こういう普通のトマトっていうのはこういう塩とかきび砂糖をやってあげて、このトマト自体のポテンシャルを最大限に引き上げてあげるっていうような仕事です。でここにきび砂糖の本当に柔らかい甘みが加わります。でこのマリネ方法はですね、僕の動画でフレッシュトマトのパスタで塩ときび砂糖でマリネするっていうパスタがあって、すごい美味しいんですけど、これも同様ミニトマトも同じ方法でやるとですね、これだけでパスタ本当に美味しくなるので、これができたらソースを作っていきます。でまずは潰したニンニクと、オリーブオイルを加えて、で今日はこのミニトマトのパスタは、ちょっとイタリア的な作り方をしていくので、みじん切りとかスライスではなく潰したもので、ポイントがニンニクと一緒にバジルを入れるんですけど、バジルは葉は最後に入れて、この茎の部分の香りがすごくいいので、これを潰して香りを出したものを一緒にこのオイルの中に入れて加熱していきます。これをやるだけですね、本当にバジルの甘い香りがこのオイルの中にまとうので、すんごい美味しい可愛い感じのトマトソースになります。でこれは基本弱火から中火ぐらいでじっくりと香りを出していきます。でフレッシュバジルが手に入らない時なんですけど、よくコメントとかで、乾燥のバジルとかパセリで代用いいですかっていうコメントいただくんですけど、もちろんそれでも大丈夫です。で乾燥でやる場合は、仕上げパスタを加えて最終段階でちょっとだけ乾燥のものを入れるようにしてください。でもやっぱりおすすめなのはフレッシュは香りがとてもいいので、フレッシュのこのバジル入れたりパセリ入れたりパセリ入れたりとか、フレッシュのものがおすすめです。で今かなりニンニクとバジルの香りがしっかり立ってきたので、ここでアーリオオリオペペロンチーノと同じごく弱火で、この状態をポコポコをキープして、より香りを移していきます。でイタリアだとここでもうニンニクもこれ外しちゃうんですよ。なんですけど日本結構これも普通に入ってても美味しいとは思うので、抜くのはこの焦げちゃうバジルの茎だけ抜いて、でこの状態でこの塩ときび砂糖したトマトが入ります。でトマトが入ったら最初にこの断面を下にしてあげる。でこの状態で今塩と砂糖した断面をしっかり焼いて、ちょっとキャラメリーゼというか水分を飛ばして、うまみを詰めるような仕事です。でこうするとなんかすごく綺麗じゃないですか。ちょっとなんか宝石みたいな感じですよね。
で今はまだ1回もひっくり返してないんですけど、ここで数分焼いてあげるイメージで、ちょっとここで我慢ですね、ひっくり返さないで。で今数分経ってきたので、この焼いた面をひっくり返します。そうすると今焼いた面がちょっと火が入って柔らかくなってきたじゃないですか。そしたらここで、パスタを茹でていきます。で今日はですね、こっちのこのミニトマトの方に茹で汁を入れてソース炊いていくやり方にしていくので、ここのお湯の中の塩分濃度は 1% ちょうどぐらいです。それ以上濃くしてしまうとかなりしょっぱくなっちゃうので、今日は薄めの塩で茹でていきます。で 1.7mm のテフロンタイプでやってます。そしたらここで茹で汁を加えていくんですけど、見てください。このミニトマトが煮えてきたんですけど、しっかりとこのなんかねっとりした状態、これぐらい火入れてあげる。でここに茹で汁が0ドル1杯。でこの状態で炊いていきます。で今沸騰してきて、だいぶこうシワシワになってきたじゃないですか。でこれはミニトマトのオイル系のパスタだったら、このミニトマトの皮があった方がプチッとしていて皮ありでもいいんですけど、ソースとしてこう汁気が多いようなパスタの時ってこの皮が逆に邪魔になるんですよ。あると口の中に残って違和感になってしまうので、これを一般的にはシノワでこしたりとかざるでこして滑らかな状態にするんですけど、今日はですね新しいやり方です。で今ですねだいぶこうしわくちゃになっているじゃないですか、この皮面が。そこをですねこうやってほらこうやればピュッて取れるんですよ。でこの状態でもうフライパンの中で取っちゃいます。見てください、すぐ取れますよね。ピュッと上に上げるだけ、基本的に。でこれはうまくこれ外し方なんですけど、しっかりとトマトが煮えてないとこの皮が外れないです。だからこれぐらいしっかりとシワシワになった状態にしてからこう上に上げる。でたまにちょっと取りづらいのもあるんですけど、これでカッ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 ってやれれば皮が取れるので、はい、そしたら皮が全部外れたので、ここでちょっとまたこのミニトマトを軽く潰しながらソースを作っていきます。でこれはもちろんこのミニトマトのままでもとても美味しいです。で最初に塩ときび砂糖でしっかり下味をつけるので、ここで慌てて塩したりとかする必要がないので、本当に楽な状態で美味しさが作れるんですよね。でここはもう潰し具合はお好みで、ちょっとトマト感が残ってた方が一皿食べた時にこう面白いですよね。こう全部滑らかな状態だとやっぱ食べ飽きちゃうので、ちょっとムラがあった方が。で今日は先ほどイタリア的な作り方をするって言ったんですけど、そうしたら袋表記の1分前、ここでも揚げちゃいます。パスタちょっと今気持ち固めな状態です。固めな状態でこの中もうソースに入れて、で最終的にあと1分ぐらいですね、ここでソース多めのソースで炊きながら仕上げるっていうやり方をしていきます。でここで今1分前ぐらいに揚げて余力が残ってると、やっぱ仕上げる時もあんまり慌てないんですよね。この中で最終的にアルデンテというかしっかりとしたパスタが完成するので、あとは炊いている間に軽くこのパスタからもうとろみがつくんですよ。これはワンパン的な作り方と違って、最初からこのソースの中に麺を入れてる状態じゃないので、とろみのつき方も柔らかいんです。だからすごくバランスのいいパスタになるので、イタリアだと結構このやり方が多いです。でここで混ぜながらやると徐々にこのパスタのとろみがこのソースに乗ってくるので、すごくいい感じのとろみなんですよね、この状態で。今最終的に7分経ちました。で最後に味見をして、でも元から下味つけてたので本当に美味しい状態です。で最後にこのバジルの葉、ない方はここで乾燥バジルとかをちょっと入れる。そしたら火を止めます。止めて最後に香りのいいオリーブオイルちょっと
垂らしてで混ぜ合わせます。さあ最高の状態ですよ。こんな感じですね。では最高の状態に麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これでミニトマトのパスタ完成です。はい、いただきます。これはもう完全にナンバーワンですね。トマトパスタって本当に普通の定番のホールトマト使ったやつがいろいろあるんですけど、フレッシュ系のトマトって誰がやっても本当に美味しくできるようなパスタだと思ってるので、すんごいおすすめですね。でこのパスタは僕チーズを仕上げとかもかけてないと思うんですけど、本当にこのパスタ自体でうまさ美味しさが完結しているパスタなので、プラスでちょっとかけたいなっていう時だけこうやってかけて食べる状態が一番ベストなのかなと思います。はい、ごちそうさまです。このトマトパスタなんですけど、間違いなくイタリアを代表するような最高のパスタの一つなので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。